ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。うるさいな、もう。うるさい。これ兄ちゃんの部屋から落とすんな。兄ちゃん。寝てんの？いやでも音は聞こえたのかな。いやこの兄ちゃんからこの音が出てんな。これか。兄ちゃん起きて。おなんだ。もう激しい音やばい。激しい？うん。お前激しいなんてもうたかが知れてるだろ。いややばいって、俺隣の部屋で寝てたのにもう爆音だよ。録音したのよ。これ。そんなわけねえだろ。聞いて。これ俺から鳴ってんのか。うん、そうだよ。もう明日になったらマウスピース買いに行こうよ。いやだからその激しいに負けない掛け声を教えてくれたらマウスピースをおごってあげるよ。もうなんかよくわかんねえけど激しいにも負けない掛け声。掛け声もう寝起きなんだよ。教えてやるよ、はい、今日の掛け声はこれだ。あうあいやああえいあいうああうあいあああえいあいうあ。わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。お前3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。歯ブラシは磨いた方が綺麗だな。ファイヤーマサラカ。スパイヤーマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムのケントです。この時間から僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイヤーのマサラカをお送りしていきます。はい、まあでしょうね。歯ブラシは磨いた方が綺麗だなって言った全く文字数合ってないし意味母音も合ってないし。歯磨きか。いやでも歯ブラシはまで合ってんのよ。歯ブラシは合ってる。固めに限るな。いや知らねえよ。ちなみに俺は柔らかめが好きです。俺も固めじゃないな、レギュラー。もう柔らかめ最高。はい、今日11月8日、はい、語呂合わせでいい歯の日です。昨年 SNS 上で、歯磨きをするときに歯ブラシを濡らすは濡らさないで議論になっていました。でも濡らすでしょ。ベネッセの記事によると、歯ブラシは濡らさずに磨くのが正解だそうです。理由は歯磨き粉が泡立ち汚れが落ちた気になるのと、歯磨き粉の薬用効果が薄れてしまう原因になるからだそうです。マジで？でも濡らすよね。濡らすよね。なんかなんていうの、こうもう自然に濡れてるよね。もうそうなんだ。これびっくりだわ。でも 99% 濡らしてんじゃないの？でもさっき聞いたら 75% は濡らしてる。だから 25% 濡らしてないの？だから歯医者さんじゃない？その 25%。 いやちょっと歯医者さん多すぎでしょ。歯医者さんの人口割合やばいな。いやほら調査したのが日本国の全員ってわけじゃない。まあいやすごい。そうなんだね。俺濡らしてた。いやびっくりだわ。だって濡らさないと嫌じゃない？だってさ、まあ歯ブラシ終わって、夜ね歯磨きを流して、でまあ立てて乾かすわけじゃん。乾かす。でそのさ歯ブラシをさ、そのまま使いたくないよ。でも洗ってるしね一回。でも菌は繁殖するよ。でも繁殖した菌をさ水でピャッて流しただけでさ落ちないよね。落ちて多分2割ぐらいだよね。でもそっか、でその濡らさないで歯ブラシ歯磨き粉をつけることによって、その菌も死滅するでしょ。死滅するのか。だから濡らさない方がいいのではないと思う。だって効果が薄れるって書いてあるでしょ。薬用ね。薬用効果ね。何薬用でその歯磨き粉の効能が水によって薄まっちゃうよってことでしょ。だから、その乾かして、立てておいた歯
歯ブラシについた菌もうん濡らさない方が歯磨き粉がうん菌を殺してくれるんじゃない？ああまあそういう意味だったらそうかもしれない。だでしょもしかしたらだからうんまあ濡らさないが正濡解なんでね。らさないのかやってみようかな、うんちょっと俺も今日やってみるわ。いやでそれはもパサパサしそう。うん口は濡らしていいでしょ別に。うがいしてからやればいいじゃあ、そういうこと？ん。うんだから歯ブラシを濡らしちゃダメって話だからでも口が濡れてたら一緒じゃない？一緒じゃないんでしょ知らんよ専門家じゃないもん。どの道濡れちゃうじゃんそしたら。うんどの道よだれで濡れるよそれは歯ブラシは。じゃあ水がダメなのか、もう知らん知らんけど濡らさないのが正解この人今日やばいな何言ってんのか分かんないぞ、ということでメッセージいただいてます、はいラジオネームももさん、ありがとうございます。ケンタ先生こんばんは、うん秋っぽくなってきましたね、はいはい私は秋が大好きで、うんその理由の大半を占めるのは金木犀の香り。ああ分かる分かるよ、涼しい空気に漂ってくるあの香りが好きなんですが、今年は金木犀の香りしなくないですか、うん二人の周りはどうですか？めっちゃするじゃん。してる俺も咲いてるよ。咲いてるよく咲いてるよく見るよく咲いてるよく咲いてる。いやでもさ金木犀ってさ、うんその一輪の花がとかじゃないじゃん。違うね。もうなんか集合体としてブワーって入ってるじゃんうんよく咲いてるよ。気温なんじゃない？だ多分なんていうのタイミングが変わってきてるじゃん今日本のさ、うん温度が下がってくるタイミングがこうなんで1ヶ月ぐらいずれ込んでるじゃんもうここ数年、まあね急にでも寒くなったよね、でって言うじゃん。俺ねそれねどうかと思うの。なんかさ四季が2季になったよねみたいなさ、夏と冬しかないみたいな四季二季いやそう四季2季そう四季2季多いんだけどこの辺の時期なんかさいやよく考えて俺はうん常にうん基本的にいやだから1年のうちの8割は半袖でいるからはいすごいよくわかるんだけど、うんあなたたちが外の気温に合わせて服を着てるからわかんないだけでちょっとずつ下がってきてるよちゃんとって。だから春もあるしうん秋もあるのよ。いやでも今年は特に多かった。春長かったしでずれ込んで夏のピークの暑い日は長かったよ。今までだったら35度とか30度前半ぐらいの時期があってピークになるのが2週間ぐらいでその後下がり始めるよねっていう。だから30度から、40度を行き来するのが夏と仮定してそれがまあ1ヶ月半ぐらいあるとするじゃん、その期間っていうのが変わってないの。ただピークに行く時期が早くてピークが長くて急に落ちてってるからみんなそう思うだけでちゃんと秋っぽいタイミングありましたよ。あったっあった俺半袖だから分かるうんけ？そうそうだから俺が思うのはその2期になったっていうのは俺が半袖半ズボンから急に長ズボン長袖になったらそうだと思うよ。はいはいはい急に下がったって俺もなるよ。ちゃんと中あるもん俺長ズボン半袖になって、家庭がねそうだからもうね四季です。もうすごいもう怒られちゃった長えよ話はい番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます、はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください、はい、番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカお送りした曲はスパイアで Chase the Shine でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。Se trata de un amigo. アミーゴ言うとったね今。このコーナーは皆さんの周りにいるアミーゴから聞いたことを言ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひアミーゴから聞いた恥ずかしい話を教えてください、ということで今週も皆さんのアミーゴから聞いた恥ずかしい話が届きました、行ってみましょう。ラジオネームレイさん、ありがとうございます。こんばんは。私のアミーゴの話聞いてください、アミーゴの子供が初めての遠足で、初めて友達でいいと思うよ。もう友達でいいと思うよ。初めての
お弁当でした、友達は忘れっぽい友達の子供に、お弁当を忘れないように持って行ってねと前日から伝えて、忘れないように釘を刺していました、そして遠足当日子供はお弁当を忘れずに持って行き一安心、友達も仕事に出ました、そしてお昼になり友達がお弁当を食べようとした時にあるはずのお弁当がない、そうです。友達は子供に注意するだけ注意して自分はお弁当を忘れていたのです、その後家に帰って忘れられて寂しそうにしているお弁当を一人で食べ何事もなかったように友達と接したそうですあくまでも友達の話ですちょっと待って友達多すぎてちょっとむずいなだ友達の友達の子供にってことだね、友達の子供が友達は忘れっぽい友達の子供に自分の子供友達の子供だよねこれ友達友達は友達の子供だよね。友達は忘れっぽい友達のそうその人の子供ってことか、分かったでそれ持たせたのに持たせて自分も持ったと思って出たら実は自分だけ忘れてたよってことなんだ。だから多分遺伝だよ、しょうがないねもう忘れっぽいっていう遺伝だよ、いやでもこれさたまにこれ俺うちの母親とかかな、が作ってくれた時とかにさ、自分は持ってって忘れんなよっつって、自分持ってってで帰ったらなんか様子がおかしいなって思ってたことあってどういうこと？夜ご飯をさ、食べないわけよあんまり。食べない？そう母親がは作っていつもはみんなで食べるわけね、なんかさ一人だけさキッチンでさ、お酒飲んでたりさあれって意外と子供って鋭いから分かってんだよね、この人多分弁当自分の忘れたなってさっき食べたなみたいなで多分リーさんのお友達も食べたわけじゃん帰って、お腹いっぱいじゃん、夜ご飯食べてないはずなんだよそういうの意外と子供気づくから、俺なんかあるわ記憶なんか母親がやけに飯食わねえなみたいな時数回あったもんお弁当絶対忘れたなみたいな。なるほどね、いやだからそういう時はもう子供にね、お母さん忘れましたと、で今食べましたって報告するのが基地だと思いますだからお母さん食べないね夜ご飯みたいな。なるほど。いやだからあれだね、子供にだけ忘れ物確認じゃなくて、自分一緒にやった方がいいかも、そうね一緒だね。だから子供お弁当持ちましたか？持ちました。で子供がお母さんお弁当持ちましたか？持ちました。でそれいいね。言えよ。それだからいいと。そうしようこれから。そうしよう。続いてラジオネームアトムさん。健太さん陽介さんこんばんは。こんばんは。これは友達の話なんですが、友達が休みの日にスマホをいじっていると小1の娘がスマホ貸してと言ってきたので貸してあげました。友達がテレビを見ながらぼーっとしていると、小1の娘が怯えながらスマホを持ってきて、画面を見せながらこれパパと言ってきました。画面に映っていたのは、学生時代にスリップノットのコピ版をやってた時の映像で、コリー・テイラーに扮した友達の歌う姿友達的にも黒歴史だったのではいスマホ終わりと言ってスマホを取り上げました。それから娘から若干距離を取られている友達の話でした確かにスリップノット怖いな急に出てきたらな。いや小1はまだ怖いね。怖いね。ゾンビになってるみたいじゃん、いやゾンビとか多分お化けとかってめっちゃ怖いじゃん、いや俺もねなんかそれこそちっちゃい頃に、なんかね BS かなんかの、なんか音楽番組ランキング番組じゃ見てたの。だからそこにあれ誰だっけなんかね、ちょっと怖い MV が流れてきたの。でもほらうちの父親が洋楽好きだからずっとテレビそういうの見てるから、俺も見るわけじゃん、どういう音楽あんのかなみたいな、でなんかその変な MV 見た、その日もう怖くて寝れなかった。なんか怖くはない、なんかね出てきそうとかちょっと不思議な、だからさチャップリンとかさ、ちっちゃい時見たらちょっと怖いじゃん。わかる俺も怖かったもんあれ。なんかちょっと異質じゃん、異質だね。わかる。ちょっとトイレ行けねえわみたいな、
ああいうのもあるからね、あるかもね。確かに、うんスリップノットをぜひ教えてうんみてはいかがでしょうか、そしたらね距離が開くか近くなるかどっちかだと思うどっちか2択だと思うんで、はい、また教えてください、そはいれは。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください、僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください、皆さんが友達から聞いた話をお待ちしています。それでは今日は、ラジオネームアトムさんの友達の話からこちらを選曲しました。スリップノットでデュアリティ、スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスリップノットでデュアリティでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もたくさんお悩み届いてます。はい、ラジオネームトールさん。はい、ありがとうございます。健太さん陽介さんこんばんは。こんばんは。お店に行った時に、うんお店が混んでると名前を書いて順番を待ちますよね。はいはい。あの時に書く名前って本名を書けなくないですか？友達からもういい年だからそこでボケるのやめてって言われるんですけど、ボケのつもりもなくやってるんです。2人はあそこに本名を書きますか？ああでも僕は書くな。書くやつは書く。あ、何そういう順番待ちの名前書いてくださいは別に書く。でも電話予約の時は偽名を使う。なぜ？俺名字がさ笹部だから、めっちゃ聞き取りにくいみたいなやっぱ、はい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 、ずっと笹様、佐々木様ずっとこのね問答を何回もやんなきゃいけないわけだからもう俺は佐々木にしてるいや佐々木ってマジで一発で聞き取られるから確かにそうだから別にでも偽名は別にいいと思うよ。変なの、ね、変なのじゃなくてそう、ってことか。そういいと思います。続いて、ラジオネーム、みおさん。みおさん健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。2人は休みの日は何をしてますか？私はただただ寝てます。昔は休みが楽しみだったのに今はただ寝て終わります、回復してまた仕事行くための休日になっている気がして、これもうちょっと人生に遊びを戻すにはどうしたらいいですか？はあ、筋トレですだけ？まあで筋トレすればね基本的に体力がつくんで。でもさ、なんだろう、何遊んだ方がよくない？いやだから筋トレはあれだよ、平日の仕事終わりとか平日の仕事の前とかに行って、多分ねみんなねダラダラするっていう時間を欲しがるじゃん、やけに、そのくつろぐ時間とかさ、自分の時間とか、それ分割すればさよくねって俺思っちゃうわけ。まあ仕事の日でもそうできるじゃん。家に帰ってきてそう1時間なら1時間、でそれが伸びるからみんな時間を無駄にするだけで、その1時間じゃあソファーに座る時間に決めようって思って、1時間って決めたら筋トレなんかできるんですよ。でもうねこれ体力がつくと精神が安定するんでまず、で集中力って絶対に体力からくるんで、体力なくなるとやっぱ集中力ってなくなるから、で集中力なくなって心が落ち込んでくると病気にかかるんで、で病気にかかるとフィジカル鍛えることができなくなるんで、体力落ちます。で悪循環が起きてるのずっとみんな、基本的に。そうね、だからそれでじゃあ体力をつける、でそのダラダラするっていう、そのダラダラするが俺は分かんないんだけど、あんまりそのもう1時間って決める、映画見るなら2時間とか、もうそれ以外はもう全て、その家のことやったりとか、きっと何時ぐらいなの10時11時、そっからはまた行けるわけじゃん、自分の時間で、でそっからさ11時に終わったとして12時までは1時間あるわけじゃん、もうそこでいいじゃん、リラックス時間、で寝て7時に起きるでしょ、で仕事6時ぐらいに終わるじゃん、で保育園とかなんか行くんか分かんないけど、子供のことやって、そしたら12時、1時間で11時から12、そこまず筋トレするじゃん、でダラダラするのは今日はなし、って決めてまたそれやってれば休日遊べるよ。じゃあ休みの日に遊びもできないぐらいの体力のなさがまずなくなるってことか。そうで遊びって疲れるからやっぱ疲れるよね、でそれはもう基本的根本的にはもう体力がないっていうことだから、体力筋トレおしまい。陽介さんは何かないですか？陽介さん何かないですか？いいんじゃない筋トレだってなんか
まあでも多いと思うんだよこういうのすごい。まあわかるけど、なんか休みの日ってわかんなくない？いやいや俺らはね、俺らだってさ、そうだから考えれない。なんか前はそれこそ平日働いて土日休みだったけど、だからそういう時は土日にまあお出かけするはしてたけど、別になんかそれを遊んでると思ってなかった。休日だから仕事じゃないことをするって感じ。だ今はねこのなんだろう、どんだけでも俺らは休めるしサボろうと思えばサボれるから、逆にこの休日っていう感覚を持っちゃうとむずいよね。その本職の方に影響が出るから。そうだね。で常にやっぱこうちゃんと何かをしてないといけない脅迫観念がちょっとあるっていうかね。そうだね、だからね、休みの日わかんない。とりあえずなんか生きてる、いやでも一番大事、とりあえず生きるの大事。大事。ご飯を食べて生きてる、いや本当にご飯たくさん食べて、いっぱい寝ていっぱい運動して、そうだね、生きると意外と体力があるんで人間、遊べます。確かに、で眠りの質も良くなるんで、あと6時間とか7時間ですっぱり起きれるようになる。だからあれしよう、出かけよう。まあそうね、まず出かけよう。まず、寝ない。どこ行こうとも思わず出かける、まず扉を開く。扉を開いて歩いてみる。いい、ありだね。それだけでもいい気がするけどね、そうだね、そういうところから始めてみよう。まあただだから家にいないことだね、家から出る、そうしようだけ。はい、皆さん頑張って外に出よう。はい、ということで、番組では皆さんからのお悩みを募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わずに送ってみてください。皆さんからのお悩みたくさんお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2024よりレイジオブダストです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。レイジを引っ張ってますね。そうですね、もうやっぱりオルフェンズ10周年おめでとう、おめでとう期間ですよ。期間で我々も乗っからせていただきます、ということで、来年の2月の15日には鉄血のオルフェンズ10周年記念イベントに我々、お邪魔させていただく。お邪魔させていただきます。止まんじゃねえぞっつって、本当にこれからも引き続きねオルフェンズとも仲ができていいなと思います、よろしくお願いします。来年の2026年には、バディツアーの振り替えだったり、全国ツアーも開催決まっているので、ライブにも皆さん遊びに来てください。ぜひお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパヤのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということで、この時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。